これから炎色反応の実験の手順と説明を行います。用意するものは黒い暗幕、コットン、溶液、スプレー、水、ろうそく立て、トレイ、青い折り紙、ピンセット、チャッカマンです。一つ目の実験はスプレーを使って行う実験です。用意するのは見やすくするための黒い暗幕と試薬をメタノールで溶かしたものです。コツは炎に直接当てるのではなく、その少し上を狙います。いきます。3、2、1、3、2、1。それでは2つ目の実験です。2つ目の実験はコットンを使います。コットンを1枚取り出し、それを半分に裂きます。裂いたやつを約4分の1ほどまた裂きます。それを薄く伸ばし、丸めます。そして溶液に使うときなんですが、軽く混ぜます。それにコットンを染み込ませます。そして軽く溶液を絞って使います。いきます。3、2、1。コットンを使うことによってスプレーより少し長く実験を見続けることができます。それでは3つ目の実験です。3つ目は青い折り紙を使います。青い折り紙には銅フタロシアニンという成分が含まれているので、銅と同じ青緑色の炎色反応を示します。それではいきます。3、2、1。紙を燃やすときは縦ではなく横に持つことがコツです。それではもう一度。3、2、1。それでは炎色反応の原理を説明します。はじめに規定状態と冷気状態について簡単に説明すると、規定状態っていうのはエネルギーが安定な状態、冷気状態っていうのはエネルギーが不安定な状態。規定状態にある電子が加熱されることによってエネルギーを吸収し冷気状態になります。冷気状態は不安定なので、規定状態に戻ろうとするときに光としてエネルギーを放出するので火の色が変わって見えます。またこの規定状態と冷気状態の差がによってそれぞれの
元素が変わった色を示します。この実験を行う上で注意することは、必ず水を用意すること、よく換気された部屋で行うこと、火の近くに燃えやすいものを置かないこと、溶液の蓋をしっかり閉めること、椅子に座って実験を行わないこと、子供にさせない、触らせないことです。